毎日のご飯や麺類、甘いものが大好きで、たくさん食べている人は、なぜかいつも体がだるく、夕方になると勉強や仕事に全く集中できないということはありませんか？しっかり食べてエネルギーを補給しているはずなのに、元気が湧いてこないのは、実は体内で取り入れた栄養を活力に変える仕組みがうまく機能しなくなっている可能性があります。今回は私たちが毎日動き回るために絶対に必要な栄養素の働きについて解説します。その栄養素の正体こそが、ご飯やパンといった主食を動くための活力へと変えてくれる、今回の主役になるビタミン B1 です。一般的に疲れた時にはビタミンと言われますが、ただ闇雲に摂ればいいわけではありません。ご飯などの糖質をエネルギーへと変えるための具体的な仕組みを知ることで、明日からの食事選びがより健康的で価値が高いものになります。この動画を最後までご覧いただくと、この成分が体内でエネルギーを生み出す具体的な仕組みを理解できるようになります。さらに、ビタミンが不足した際に起こる深刻なトラブル、サプリメントを使用する際の注意点、そして明日からの食事で効率よく取り入れる方法までを分かりやすく解説します。日々の疲労感に振り回されず、本来の体の仕組みを知り、健やかな笑顔で過ごしたい方は、ぜひ最後までお付き合いください。それでは、体の中でビタミン B1 がどのように重要な役割を果たしているかを解説します。この栄養素の主な働きは、ご飯やパン、麺類、そして甘いお菓子などに含まれる糖質を、日々の食事から体を動かすためのエネルギーを効率よく生み出す手助けをすることです。たくさんの食事をして栄養を取り入れても、ビタミン B1 が不足すると、それらはエネルギーに変わらず体内にそのまま残ってしまいます。その結果、体や脳が深刻なエネルギー不足に陥り、主に次の3つの症状となって現れてきます。まず1つ目は、慢性的な疲れやだるさです。体を動かすためのエネルギーが十分に作り出されないため、朝から体が重く、どれほど眠っても疲れが抜けずに体に残ってしまうのです。特にスポーツや部活でご飯をたくさん食べる人や、甘いジュースをよく飲む人ほど体内でビタミン B1 が大量に消費されるため、かえってこの疲労感に襲われやすくなってしまうのが見落としがちな落とし穴です。2つ目は、脳のエネルギー不足による集中力の低下やイライラです。脳の活動には糖質から作られる栄養が不可欠ですが、ビタミン B1 が不足すると脳にまで行き渡りません。そのため、感情が不安定になりやすく、勉強や仕事の手が止まってしまう原因となります。テスト前にいくら机に向かっても頭に入らないというときは、まさに脳が栄養不足を訴えているサインです。そして3つ目は、深刻なエネルギー不足によって引き起こされる手足の異変です。足がひどくむくむほか、しびれが生じる場合もあります。重症化すると起き上がれなくなる。この症状は脚気と呼ばれ、かつて江戸時代には贅沢に白米ばかりを食べる人の間で大流行し、江戸患いと恐れられた歴史もあるほどです。このようにビタミン B1 が不足すると、元気が湧いてこないだけでなく、脳や神経の健康にまで悪影響が及んでしまうのです。一方で、この栄養素は
水に溶けやすい性質を持っています。そのため、通常の食事から取り入れる分には体内に蓄積されず、余分な栄養素は水分と一緒に排出されるため、体への余計な負担がかかりにくいというメリットがあります。ただし、一時的にサプリメントなどで極端な取り方をしてしまうと、お腹を壊す原因となるほか、皮膚にかゆみが生じるなど、思わぬ不調を引き起こすリスクがあります。ここが利用する際の隠れた注意点です。では、この過剰摂取のリスクを完全に避けながら、体に余計な負担をかけず、ビタミン B1 を上手に補うにはどうすればよいのでしょうか。大切なポイントを2つに絞って解説します。まず1つ目は、最も効率の良い方法として、豚肉や玄米を日々の食事に取り入れることです。実は、この栄養素はお肉の中でも、豚肉には驚くほど豊富に含まれています。薄切り肉をさっと炒めたり、豚汁にして食べるだけで、1日に必要な量を手軽に補給できます。また、主食である白いご飯を精米する前の玄米や雑穀米に変えるだけでも、必要な量を摂取できるようになります。2つ目のポイントは、ニンニクやネギ、ニラといった香りの強い野菜と組み合わせることです。ビタミン B1 には単独で摂るよりも、こうした野菜に含まれる独特の香り成分と合わせることで、体内への吸収率が格段に高まり、長く体にとどまり、その働きを維持できる性質があります。例えば、豚肉をネギやニンニクと一緒に炒めて食べることで、理想的なスタミナメニューが完成します。最後に、全体のまとめです。ビタミン B1 は、ご飯や甘いものを日々に必要な活力に変え、脳や神経にエネルギーを送るための欠かせない栄養素です。不足すると慢性的な疲れがたまり、集中力が低下するほか、重症化すると手足のしびれや吐血といった深刻な病気を引き起こす原因となります。水に溶けやすい性質があるため、毎日こまめに取り入れることが大切ですが、サプリメントなどによる過剰な摂取には注意が必要です。だからこそ、日々の生活では特定の製品だけに頼るのではなく、豚肉や玄米などを日々の食事からバランスよく取り入れ、さらにニンニクやネギと一緒に調理して、安全に、そして効率よく体内に取り入れていきましょう。なんとなく体がだるい原因を、気合が足りない、疲れが溜まっていると諦めるのではなく、エネルギーを作り出す大切な仕組みを意識して、明日から気持ちを切り替え元気に過ごしてください。今日の解説が参考になった、今回の内容がとても良かったと感じていただけたなら、高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。AI ナビゲーターの L がお送りしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。